ギエモンです。今日はフィギュアスケートを見る楽しみの一つ、衣装についてお話ししようと思います。衣装ってね、綺麗で美しくて見ていて楽しくなるんですけれども、試合で着るにはルールが一応定められてるんですね。例えば、スピードスケートの衣装ありますよね。衣装って言わないのか。頭も帽子というか、それ被ってるような全身タイツのものですね。あれをもしフィギュアスケートの選手が着て演技をしてたら、皆さんどう思いますか？覚悟を決めましょう。私はね、もう絶対嫌なんですけれども、フィギュアスケートが好きな方っていうのはおそらくみんな嫌だって言うんじゃないかなと思います。例えばね、羽生選手があれを着てたとしたら、スピードスケートのあのウェアですね。それを着て、生命とか踊ってたと思ったら、ちょっと受けますよね。芸術にならない。ということで、無理くりではございますが、フィギュアスケートの衣装のルールについてお話ししようと思います。最初はね、おそらくルールはそんなになかったんじゃないかなと思いますね。で、ルールが決まったのが1988年のカタリーナ・ビットさん。この方が青い衣装で、頭に羽をつけて、肩のところにも羽つけて、で、スカートの代わりに羽みたいな感じの衣装を着られた時に、これはまずいっていうことで、ビットルールっていうのが定められたらしいんですよね。私はね、この時に見てなかったのでわからないんですけれども、今見るとですね、そこまでかなっていう感じはするんですが、当時の衣装からすると、ちょっとびっくりするような衣装だったんじゃないかなと思います。で、ルールを、簡単に5つにまとめますと、1つが過度な露出を禁止しています。また、裸を連想させてはいけないというルールです。2つ目が、女性はタイツを着用して、男性は長パンツ着用なんですけども、2018年に男性のタイツの着用が許可されたという情報もちょっと見つけたんですけれども、2020年時点の今ではタイツを着用した選手を見たことないので、おそらくほとんどの選手が採用しないんじゃないかなとは思いますが、一応長いというところは一緒ですね。タイツであってもすね毛とかをね見せちゃいけないっていう理由があるみたいです。で、3つ目が仮面の着用が不可。仮面っていうのは被り物ですね。お面とか。で、あと小道具の所持を禁止する。エキシビジョンで持ってるような小道具、椅子とか扇子とか旗とかなんかよく持ってますよね。ああいうのはダメと。で、4つ目がアクセサリーの禁止。でね、このアクセサリーってみんなネックレスしてるじゃないって思いますよね。あれはなんか黙認されてるようですね。で、アクセサリーの意味がもしかしたらちょっと違っていて、氷に何かを落下させてはいけないっていうような意味が、このルールの中には大きく含まれてますので、そういう意味で、取り外しができちゃうようなアクセサリー、ビットさんの帽子みたいなイメージだと思います。あれがダメっていうことですね。帽子だと取れて落ちてしまう可能性が高いので、そういうものがダメっていうイメージなのかもしれません。で、5つ目が、コスチュームの装飾は取り外し不可ということです。さっき言ったその表情に落ちてしまうっていうのがまずいっていう理由なんですよね。大きく分けるとこんな感じのようです。もしこれらの違反があったときには、プログラムにつき1点の減点がされます。でね、ルールって、結構適当なところもあるんですよね。いろんな競技見てると、新体操とかも衣装じゃないですけれども、
落下したら何点減点とか、そういうのが割と厳格に行われてなかったりとかするんですよ。今はどうかわからないですけれども、そういうね、世界基準でルールを定めてるっていうものは、割とね、これ NG じゃないのっていうのも OK だったりする場合もあります。で、このルールっていうのは微妙に毎年変わっていて、2005年以前は女子選手はスカートがついてないとダメだったみたいなんですよね。で、それがパンツ姿も OK になっていて、で、浅田真央さんとかシエラザードの長い青いパンツですかね。なんかシフォンがついてる、ああいう衣装ですとか、タイツの選手いましたよね。2005年以降ということみたいですね。で、あとですね、以前は長袖じゃないといけないという規定があったそうなんですけれども、今は袖なしも OK になりました。これは男女ともにですね。で、最近だと宇野昌磨選手が半袖の衣装を着てましたよね。あとは女性のキャミソールタイプの衣装はよく見かけますので、昔はね、ダメだったんだなっていうとこです。で、記憶に新しいところで言うと、衣装の減点になってしまったっていうのが、2016年、スケートカナダのフリースケーティングで、本郷理香選手が衣装が理由で減点1点になっていました。この衣装ね、一見見ると何が減点される理由なのか不思議に思うところもあるんですけれども、よくよく衣装を見てみると、スカートがちょっとスケー素材になってますよね。シフォンだと思うんですけれども。で、足の付け根の部分が一部スカートがついてないですよね。多分、このカタリーナ・ビットさんの衣装、これとなんか似てますよね。そのスカートの一部が、スカートが一部ついてないというところですね。多分ね、これがダメでルールができたぐらいなんで、減点した審判がね、一人だけいたっていうそうなんですけども、多分これを思い出したんじゃないかなと思いました。で、ちなみに、男性がノースリーブを着ても一応 OK なんですよね。あんまり見ないですけれども。でも、脇毛を直に見せてはいけないんですよ。これね、直にっていうところが超ポイントです。だから、衣装っていうのは、脇毛が透けて見えるのは OK らしいんですよ。この考え方っていうのは、隠す意図があるかないかっていうところみたいです。隠す意図がありそうだったら OK、見えてるけどっていうね、曖昧なルールですね。私はね、わざとじゃなくても、脇毛を透けさせる男子選手の演技を見たいとは思いませんけどね。だって気になってしょうがないじゃないですか。チラ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 。私はネイサンチェンの腹見せのスピンでも気になってしょうがないので、脇毛なんて見せられた時にはね、釘付けになっちゃいますよね。黒いな、みたいな。で、あとですね、女性の髪の毛。これについても、なんか注意されたっていう事件というか、あったみたいで、2005年の10月のインターナショナルチャレンジで、安藤美希選手が長い髪を下ろして演技をしたんだそうです。そしたら日本スケート連盟が落ちた髪を次の滑走者が踏んだら転んでしまうかもしれないっていう理由で安藤選手に注意したらしいんですよね。でもショートカットの選手もいますし、男子選手はそのままだからね、そこまでかなっていう感じはするんですけれども、長い髪をね、スピンしながらなんか邪魔そうに顔にかかったりとかすると、演技の印象は良くないのでね、髪が長いんだったらまとめた方がいいっていうことなんでしょうね。そして、男子の選手で半袖以上着てる選手いるのかっていうと、実はいたんですよ。2016年のグランプリファイナルでアダム・リッポン選手がちゃんと脇毛なしスタイルで
タンクトップの衣装で登場してます。ご覧の通りです。綺麗です。ツルツルです。これなら減点なしということらしいですね。アダム・リッポン選手がもし内村航平さんみたいな感じだったら減点1っていうことになっちゃいますね。実際のアクションでまとめてみますと、透けへそ、おへそが透けてるやつですね。こういう選手もいるんですよ。で、これは隠す意図があるから OK。そしてへそ見せ、女性のセパレートタイプの衣装ですとか、お腹の部分が丸見えになってるやつですね。それは NG だそうです。隠してないですからね。で、先ほど話した透け脇毛は OK です。そしてボーボーの脇毛は NG です。で、同じ毛で言うとヒゲは OK です。いっぱい選手ヒゲ生やしてる人いますよね。そしてあんまりいないとは思うんですが、透け乳首、この男性とかですね、これは隠す意図があるから OK だそうです。あとは、オリンピックとかで故意ではないけど衣装が脱げてしまうっていう選手いましたよね。これは故意じゃないので OK だそうです。あとは帽子、これは NG です。取れてしまうのでね。あと女性のノータイツ、肌色のタイツですね。あれを着ないのは NG です。そして最後に毛シリーズで言うと胸毛は NG らしいんですよ。なんですが、パパダキス・ジゼロンのジゼロンさん見えてますよね。でも限定されてないので、これは三角っていうとこですかね。面白いですよね。なんで胸毛はいいのかわかりませんが、ちなみにこんな記事があります。シマウマ、かぶり物はダメって言って、シマウマでもこっちは OK ってすごくないですか？もう爆笑しちゃったんですけどね、これ。高橋選手のヒゲとかは OK。っていう感じですね。いかがですか？意外と知ってるようで曖昧だったところありませんか？私はね、ありましたね。きらびやかな衣装だからいろんなことが起きるっていうところですかね。楽しんでいただけたら嬉しいです。またね、お話ししたいことがあったら動画アップしますので、よかったらチャンネル登録お願いします。では、お決まりのジャージ脱ぎしてから終わりにしたいと思います。ひげもんでした。さようなら。